どうも、禁書があると聞いて原作を追って10年以上、座骨と言います。読み始めは上条より年下だったのに、いつの間にかかなり年上になっていました。とある魔術のインデックスのアニメ見てた。パチンコが好きだ。イマジナリーフェストってアプリが好きだ。原作の続きは気になるけど、読んでないっていう人、正直に手を挙げてください。確かに、禁書のアニメってクソ長いし、アニメ3期では本当に何やってるか分かんないと思います。外伝のレールガンの方が面白いっていうのも一部あると思います。ただね、禁書の原作がクソ面白いぞっていうのを今回伝えたいです。前回の創薬の中の動画ね、YouTube アナリティクスで見ると、年齢層は18歳から34歳で 87% でした。みんなさ、700円くらいの原作、買えないわけじゃないよな。というわけで今回は、個人的に熱い面白いシーンをページ付きで解説して、概要をさらっと補うことで、原作購買促進、ひいてはアニメ4期につなげたいという試みを行っていきたいと思います。それと動画を作る時っていうのは基本的に原稿を用意してるんですけど、今回今までのやつとかを含めてノートかなんかにまとめようかと思います。興味ある人はね、概要欄に貼っておくので、動画が見づらいっていう時にはそれを見ながら参考にしてください。あらすじなんですけど、詳しくは創薬の中を参照してほしいっていうのと、ここでは簡単にまとめます。創薬になって全ての事件の元凶だったやつをなんとかできそうになってました。そのなんとかするっていう内容は、殺すっていうことに気づいた瞬間、上条がなんか違うなって思い始めます。で、そこでラスボスだったやつの殺害阻止っていうのを企ていることになります。今回の8巻はその殺される予定だったアンナ・シュプレンゲルの手を取って逃げるところからスタートになります。上条、アラディア、アンナ・シュプレンゲル一行は戦闘車プレデターオクトパスに乗って逃げまくります。街は戒厳令っていうのを出されてて、基本的には誰も出歩いてない状況です。というか禁書全部で50巻ぐらい刊行してて、物語の時系列がまだ 3,4 ヶ月しか経ってないって結構やばいっすよね。で、話戻ると、上条たちは処刑専門の懲罰者のムトテーベっていう少女から逃げるっていう話が本題になってきます。河内先生ね、序盤にムトテーベのほっこりする話入れてくるんですよ。ムトテーベって今回の創薬発刊でかなりヘイトを向けられるんですね。で、ずっと上条たち追い回してるし、能力もクソ強いです。ただ物語見ていくと、ムトテーベって与えられた役割をただこなしてるだけで、それ以外のところではただの子供ってことがわかります。具体的にはムトテーベって普通に子供で、褐色で、衣装奇抜めで、その肌露出面積は多めです。時期は1月の真冬で、普通に歩いてたらこの格好じゃクソ寒いって話ですね。ムトテーベね、禁書では珍しく、真冬にこんな衣装着といて寒いって思ってるタイプです。上条の後を追って遊園地に迷い込むんですけど、うわ、寒、領事館でぬくぬくして、アラディアたちってどういう魔術使ってあの服装で外歩いてんだろうみたいなことを考えながら遊園地に迷い込んでます。従業員のおっちゃんに演者の人、ヒーターの前で温まりなって言われて、どう思って言って温まるんですけど、ここが刺し絵に使われてます。で、なんだかんだココア飲むって聞かれて、あ、いただきますって言って、で、持ち余ってるけど食うって言われて、4つでお願いって言ってるんですよね。こういうのが結構いろんなキャラに適用されてるっていうのがあって、オティヌスって魔人じゃなくなった後って口調偉そうだったんですけど、神条件とスフィンクスに追い回されてたりとか、アクセラレーターも結局ラストオーダーに振り回されてるとか、悪役が味方になった時に可愛げのあるキャラしてたりとか、そういうヘイトコントロールがうまいって話ですね。今回ムトテーベはずっと悪役だったんですけど、こういう描写があるおかげで、後々の戦闘で上条たちと対峙する時に響いてくるっていうのが一つあります。ムトテーベって振る力は強大なんですけど、今回はアンナに賠償液体を撃つってのが優先目的で、上条たちの殺害は二の次なんですよね。で、マジで殺意マックスで上条たちを殺すんじゃなくて、死ぬけど本当に戦闘すんのっていうノリで上条と戦います。処刑専門の超絶者だっても自分の任務以外の人はなるべく殺したくないっていうのがこの描写からわかると思います。まあアニメ化されたとしても、アプリのストーリーで紹介されたとしても、さらっと流されるか全カットだと思います。続いてアラディアン頑張るんですけど、それにちゃんと理由があるっていうのが自分的に好きなポイントです。まずアンナ・シュプレンゲルですね。みんな敵に回してる7巻の最後とか8巻の序盤は余裕そうです。ただ、あんなキングソードが近くにいるってなると、突然カタカタ震え始めるんですね。青鬼のたけし状態になっちゃうんですけど、これともともと仲間だった橋掛結社から命に狙われてるっていうこの2つが、これがアラディアの救済条件に一致します。上条に関しては過去に創薬2巻で魔術サンジェルマンウイルスっていうのを使用してます。それと創薬7巻でオーティヌスがアラディアに激詰めしてた話なんですけど、インデックスがもともとイギリス正教の兵器として利用されてて、上条はその戦いに巻き込まれてるっていう解釈をオーティヌスはしてました。ということで上条も虐げられてる魔女に該当するわけです。
アンナ・キングスフォードが現れた場合、アラディアはお荷物2人組を抱えることになります。そんなこんなで上条たちが逃げてる途中でムトテーベとキングスフォードが衝突します。目の前には対岸まで50メートル、温度0度近くの水路。アラディアは時速100キロ超えの中、強引にハッチを開けて戦闘車の砲台にまたがります。魔女がほうきにまたがる要領で20トンの戦闘車をなんと浮かせます。このまま対岸まで移動させるんですけど、ここの写真がめっちゃ好きですね。アニメとかアプリのストーリーでは分かりづらいかもしれないんですけど、禁酒の原作っていうのはコードの理由を作中で何度も説明してくれるんですよね。原作ね、読むのちょっと本苦手だって人も、とりあえず読み進めるっていうのが大事だと思います。続いてもう一人のアラディアについてです。アラディアがなぜかムトテーベの隣にもう一人立ってました。なんでかっていうと、アラディアたち超絶者は儀式魔術のための材料として位置づけられています。今回の橋掛結社の目的は、受精卵の周りに適切な道具だったり記号を配置して世を救う主を権限させるってことです。儀式に配置できる記号であれば何でもいいということで、アラディアの役割を担っているのは上条の隣のアラディアではなくてもいいということになります。ということで、ムトテーベの隣にいるのは新任のアラディアになります。上条の隣にいるアラディアは解雇という風になりました。ここでアラディアが大昔からいる魔術師っていうことで、現世に存在している理由もなんかおかしいなっていうのが分かってきます。アラディアっていうのはアラディア役に任されてからアラディアであるための努力をし続けてるっていう描写もこの8巻の中で様々なところに散りばめられてました。ここで整理しておくと、再現不可能な超絶者っていうのがアリスとアンナ・シュプレンゲルに当たります。そんなこんなあって上条たちはムトテーベに追いつかれます。ムトテーベから賠償液体が放たれて、とっさに上条がかばいます。アンナ・シュプレンゲルはありがとう、でもそれだけは受け入れられないわ。上条を払いのけてアンナに直撃します。絶望する上条なんですけど、アラディアにまだ救えるって聞くと、大丈夫よ、全てひっくり返してあげるわ。ここのアラディアめちゃめちゃ頼もしすぎますよね。くっそかっけえ。独断と偏見なんですけど、禁酒の魔術師って儀式やるか魔術振るう条件を制限すればするほど強くなるっていうイメージがあります。かつ置かれてる状況の悪さだったりパッションが強い方がバトルに勝つ傾向があります。上条といる旧アラディアってのはなんとなく世界を救う儀式を遂行してた時より、目の前の上条とアンナ救う時の条件の方が気持ち乗ってそうなんですよね。なので上条たちのいる旧アラディアっていうのは新アラディアより強そうだなっていうのはこの時に思ってました。それで話戻って賠償液体についてなんですが、アラディアが術式でアンナに打ち込まれている賠償液体の効果を遅らせて、賠償液体というのがそもそもアリスの力を使っていることから、アリスがいればなんとかなるだろうということで、できるだけ早くアリスの元へ向かおうということになります。続いて行間4ですね。これね、アニメ化やアプリのストーリー化した時、ここさらっと流されると思うんですけど、自分が好きだったので取り上げます。一言で言うと、アンナ・シュプレンゲルの心情変化です。アンナ・シュプレンゲルは悪人で、彼女なりに目標のために努力してきました。ただ、アンナ・キングスフォードが現れた時にガタガタ何もできず震え始めたんですよね。で、これを蒲地先生的には、自分の存在そのものを脅かす存在が出てきた時、根本的な土台を揺さぶられたっていう風に言い返してました。さらにこの自暴自棄がアンナ・シュプレンゲルの核だとも言ってます。賠償液体が放たれた時、本当は悪女らしく死ぬつもりだったらしいんですけども、自分のために何度も立ち上がる上条を見て死ぬに死ねないじゃないという風に言ってます。禁書の原作ってこういう過去の現状から一歩踏み出して今を変えるっていう心情描写がね、マジでいいんですよね。新役のね、9巻のオティヌスと戦ってる時なんてマジでこれの連続なので本当にいいですよね。この紹介したアンナの努力はできるんだけどピンチって分かった瞬間に全部自暴自棄になって諦めるっていう人意外と多いと思います。自分語りになって恐縮なんですけども、自分この前国家資格受けまして、試験の前日まで合格点なんて超えたことなかったんですけど、本当に出るのかなって思いながら15年前ぐらいの問題解いたり、当日も暗記の項目見直したりとかしてました。結局自分はギリギリで合格できたんですけど、試験3週間前に同じ過去問で同じ点数だった知り合いとかがいて、試験あと数週間で学力なんて伸びねえよって言ってた知り合いが落ちたのを思い出すと、やっぱりアンナが少し重なります。話戻って、ここでは上条とアンナ・シュプレンゲルの対比ってのがよくわかると思います。次回創薬発刊バトル編、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。